Hello everyone, 大家好。皆さんこんにちは、ひときです。今は僕は英語とか中国語とか話せるようになりましたが、昔は単語とか覚えるのがとっても苦手でした。僕たちは小学校、中学校、高校では漢字テストがあるんですけど、僕は漢字テストすごい苦手で、なんか10点とか20点、100点中、10点、20点を取っていました。普通の人より覚えるのが苦手でした。じゃあなんで中国語と英語の単語を覚えられたの？これから順番にどうやって英語や中国語の単語を覚えていったのかっていうことについて話したいと思います。ずっと覚えることが苦手だった僕は、どうやったらものを覚えられるのかずっと考えてきました。そして生まれた時に走るのが遅くても自転車に乗れば足の速い人に勝てる。つまり勉強の方法を変えればもともと頭のいい人に勝てるということに気がつきました。皆さんは覚える時によく本を見て覚えたり、あとは単語を書いて覚えていると思います。でもそれだけではダメです。ちゃんと単語を見て書いて、そしてその書いた単語を読んでください。なぜかというと、読んだ時に自分の口が動きますよね。で、その読んだ単語も自分で聞こえますよね。ですので、見て書くだけでは2つの感覚ですが、見て書いて読むと1、そして2、3、そして耳から4つのことができます。ですので、2つではなく4つの感覚を使ってものを覚えてください。とにかくたくさん書いてそれを発音してください。そして書いた字は全然汚くても大丈夫です。もうそれを見ません。もう見るならもう新しい単語を書いてください。同じ単語を書いてください。見る暇があったら自分で書いてそれを発音して練習してください。でも暗記したはずなのに全然単語が聞き取れなかった。それは単語を頭で覚えていないからです。もちろん見たらわかりますよ。だって目は覚えているから。でも頭の中には入っていないです。例えば皆さんはこんにちはを知っていると思うんですけど、こんちはって言われても、こんにちはのことだなって多分わかると思うんですよ。なぜかというと、それは頭の中にそのこんにちはという言葉を覚えているから。つまり聞き取れない単語は覚えていると思っていても実は覚えていません。ですので、いつか日本語で会話をしたいならしっかり見て書くだけではなく、ちゃんとそれを読んで自分の耳で聞いてください。単語を覚えるときは一緒にフレーズも覚えてください。もちろんフレーズは単語より長いので覚えるのは大変かなと思うんですけど、実はフレーズで覚える方が簡単です。なぜならフレーズは歌だからです。歌を覚えるときも目でその歌の歌詞を見て覚えるよりも、曲と一緒にその歌詞を歌った方が覚えませんか？だからフレーズを歌のように感情を込めて話すと、人と会話をするときに自分の言葉に感情を乗せて伝えることができます。また覚えたフレーズは皆さんの武器になります。実際僕が英語や中国語を話しているときは、僕が昔覚えたフレーズをほとんど話しています。日本語でもだいたい生活で話しているのは今までに言ったことのあるフレーズを話しています。たまにフレーズの単語を少し変えるだけです。でもフレーズを覚えても周りに日本人いないし全然使えないよ。周りに日本人がいないから練習ができないとか、日本語を日本人に話すのが怖いって思う人はいると思います。僕もその気持ちすっごくわかります。実際僕も田舎に住んでいるので、英語を勉強した時周りに外国人の友達は一人もいませんでした。
もちろんアプリとかを使えばコミュニケーションできるけど、やっぱり最初はすごく怖いです。僕が喋れなかったので、すごい怖かったです。じゃあ、覚えたフレーズ使えないじゃん。でも少し考えてください。あなたの一番近くにいる人は誰ですか？そう、あなたです。まあ少し変と思うかもしれませんが、昔僕は僕自身と英語で会話をしていました。例えば、Why can you speak Chinese? Oh, because I went to Taiwan to learn Chinese for 9 months. Oh, how was studying abroad? Oh, actually my classmates were really nice and I could widen my perspectives through being exposed to many values. 例えば、こんな感じです。他にもさっき自分が言った会話を携帯でレコードしてそれを後で聞いたりしていました。それで少し発音とかを直してたかな。まだ完璧じゃないですけど、最後に自分の覚えるフレーズを作るときにどうやってそのフレーズを作ればいいと思いますか？それは日本人の日本語を聞いてフレーズにします。僕はこのフレーズいいなと思ったらまずメモをします。そしてそれを覚えてさっき言ったように一人で練習したりします。おすすめはアニメやドラマではなく普通に喋っている人、つまりYouTube とかそういった人のフレーズを覚えるといいと思います。僕の動画では皆さんがフレーズを作れるように自然でそしてよく使う日本語を話しています。ですのでぜひ練習してみたい人は僕の動画でも練習してみてください。So do you think this method will help you to learn Japanese? Or maybe you have any other tips for learning languages? Tell me in the comments. Give this video a like and subscribe to my channel to learn more Japanese. 皆さんありがとうございました。